タトゥー入れたいんですが、アリサちゃんはどこに何を入れてるのか。会いすぎたらマンネリ化するからたまに会おうと言われたんですが、アリサちゃんの手帳術を教えてほしいです。MBTI は何ですか？貯金が苦手な方。こんにちは、上野アリサです。今日はちょっと場所を変えてベッドルームで撮ってます。ドレッサーがもうすんごい汚いのでなるべく映らないでほしいなと思ってるんですがちょっと青みが強かったので補正しました。ということで今日は月に1回の Q&A イエーイ撮っていきます。タイマー30分スタートということで、今月もみんな質問ありがとうございます。バババーっとちょっと見てたらもう一度も拾われてませんっていうのをやはり来ていたので、なんか今月いつもよりはなんか量が少なかったような気もするんですが、はい、やっていきます。リリリン、そんなことないわ。たくさんいただいてます。ありがとうございます。たくさんいただいてますね。じゃあまずいつも通り一番最初の質問から、彼と長続きする秘訣はということで、秘訣はってね結構聞かれるんだけど、私もやっぱ今ちょうど付き合ってからは10年経ちます。今年でね10年になるんですが、もう私の場合相手が良かったっていう、ただそれだけ。あとは愛情表現はなるべく口に出すようにしてる。この10年間ずっと今でも大好きだよとか愛してるよとかを必ず毎日言うし、なんか相手のことをどれだけ好きかを口に出すようにはしてるかなと。本当にうち喧嘩しないのね。私がちょっとガミガミ言ったりするぐらいで喧嘩という喧嘩をほぼしないので、相手が良かったっていうそれだけかな。だから秘訣って言われるとちょっと難しいんだけど、あとこれ遠距離の人理解してくれるかもしれないんだけど、最初が遠距離だったのでお互いの大切さっていうのをもう最初から私たちは一緒にいれる時間がどれだけかけがえがなくてどれだけ大切な時間なのかっていうことを最初から私たちは理解することができたので、最初に遠距離をしたおかげで最初は辛かったけどやっぱ遠距離があったからこう今でも一緒にいられる時間が大事だし、お互いが出張とかでいない時とか今でもやっぱ寂しいなって思うし、だからそれがなんか秘訣というか理由の一つにはあるのかもなと思います。次、洋服はもう作る予定ないですか？アリサさんのセンスが大好きです。ありがとうございます。洋服はもう作る予定はないです、今のところ。もしかしたらもしコラボとかのお声がかかったらありかなと思うけど、やっぱ洋服はもうね お仕事にするのはきついね。やっぱ12年間服作りをやってきて、今でももちろんファッションは大好きだしあれだけど、シーズンに追われるっていうことがもう結構きついのでないかな。タトゥー入れたいんですが、アリサちゃんはどこに何を入れてるのか教えてくれたら嬉しいですということで、私は首の後ろに、ヤモリとダイヤで、ここの胸の横にハートが3つと足首にヘビとサクランボが入ってるんですが、タトゥーはマジでなんかもう本当にぶっちゃけ入れなよとも思わないし入れない方がいいよとも思わないっていうか、マジでどっちでもいいと思ってて、もちろん入れるとできないことが増えるから、最近少し緩くなったなって、その昔に比べたら、私入れたのは10年前ぐらいだからちょっとは緩くなったなと思うのと、あと若い子で入ってる子もすごい多いなっていうふうには思うんだけど、私は別になんかもう入れなくてもよかったなって感じ。入れて後悔とかはしてないけど別に入れなくてもよかったんじゃないかなみたいな感じなので、今シールとかだっていくらだってあるし、セミパーマネントのタトゥーとかあるじゃん。すっごいリアルなシールみたいなのとかもあるし、気分で変えられるんだったら全然私はいろんなところにやりたいなと思うんだけど、だから私は自分の目で見えないところ、この首の後ろとかここって自分の目じゃ見えない、足首だけなのね、自分で見えるのって。だから自分の目で見えないから飽きが来なくて、たくさん目に入るところはみんなやっぱ飽きたりとかするみたいなことをすごい言ってるから飽きも来るし、消せるって言っても綺麗なこの肌には戻れないからよーく考えた方がいいと思います。旅行先でホテルを選ぶ際のポイントは何ですかということなんですが、私はインスタで保存してたりとか、あとは立地、そのメインのところから近いかとか、基本ブッキング .com で見ることが多いかな。でブッキング .com で星順だから5つ星から順番にこう見れるように順番を変えて、でランクが上のホテルから見てって、予算とか高すぎたら泊まれないし、予算に対して部屋が、あと部屋の広さはめっちゃ関係あるかもって感じかな。それで探してます。自分でカフェをオープンしてる途中です。アリサさん、お店の宣伝は何を活用したらいいですか？おめでとうございます。今やっぱ TikTok リールじゃないかな。動画でコンテンツをもう本当に毎日のように、例えばラテだったらラテアートとかでもいいし、カフェの内装とか一生懸命動画で配信するのが今一番早いっていうか、バズる可能性が一番ある
やり方なんじゃないかなと思います。頑張ってください。彼氏ができたんですが、私は1週間に2回ぐらい会いたいですが、彼氏は会いすぎたらマンネリ化するからたまに会おうと言われたんですが、アリサさんだったら別れますか、それとも関係を続けた方がいいですか？別れるまでいかないけど、一緒にいてマンネリ化するか、もちろんマンネリ化はするだろうけど、それが嫌なの？週に2回って全然多くないけどね。最初の半年ぐらい彼のペースにそんなマンネリ化したくないんだったら彼のペースに合わせて、で徐々に頻度を上げていくとかかな。なんかよくわかんないねとかでいいんじゃないでしょうか。別れはしないかな、別にそれが理由で。けどなんか未来はなさそうだよね、そんなこと言ってるお相手だと。アリサちゃんの手帳術を教えてほしいです。目標の達成の仕方などということで、私は前にもお話ししたことがあるんですが、手帳に1年の初めにイエスノーで答えられる目標を掲げるようにしてて、例えば例で言うと、痩せるじゃなくて体重を何キロにするっていう明確な数値とかを出して目標を立てるように1年に1回していて、で年末とか、途中で振り返ることあんまないんだけど、途中で振り返ってみて、この目標を立ててたんだな年始にとか、これできてないな頑張ろうって思ったりとか、そのイエスノーで答え合わせができる、目標を立てるようにしています。ありがとう。何これ、マヨネーズ？動画撮ってるよ今。じゃあ MBTI は何ですかっていうので、この間ねやったので、しかもいろいろグラフみたいなのが出るやつでやって、これ見せるねみんなに。基本的には ENFP なの。 ENFP でなんだけど、これ見て、私の表 E ほぼ E じゃん。 E はめっちゃ強いんだけど N と S が 50% なの。だからもう別に ESFP でもあるんだよね。なんで EN に決められたかよくわかんないんだけど、 T と F ももうほぼ半分で、 J と P は P の方がちょっと大きいけど、 E はもう完全に何回やっても I とかは出たことは一度もなくて、 ENFP だけど N と S がちょうど半分 50% の ENFP です。けど私結構感情より思考型だと思うんだけどね。ちょっとよくわかんないこのあれが。でも ENFP の一般的な特徴ってやつ、特性ってやつはめっちゃ自分だって思う。ちょっと読むね。感情が顔に出やすい、新しい試みが好き、計画するよりはその都度仕事を処理する、新しい人に会うのが好き、感動しやすく涙もろい、お金の概念に乏しい、貯金が苦手な方、感情の起伏が激しい、競争意識がない、相手の言葉に敏感だから大丈夫なふりをする、内面に情熱を持つ、危機対応能力に優れてる、人を喜ばせる生まれつきの能力がある、行事や仕事をうまく取り持つ。これないな。遊んでいても没頭できず、今何をしてるんだろうという考えることがある、おしゃれが好き、譲ることの方が多く、喧嘩をするには心臓がドキドキする。ドキドキはしないけど私争いが本当に嫌いなの。あと勝ち負けも大嫌いだから昔から競技とかをやってないんだよね。ダンスとかって表現じゃん。ファッションもそうだし、正解がないもの、競わないものが好きで、負けたくないからだから超負けず嫌いってこと。負けたくないから戦わない。揉め事とかも本当に避けて生きてるし、だるいんだけど、だるいっていう一言で片付けちゃうっていうのはあるけどね。単純暗記に弱い、人生を楽しく生きようとする、先生を気に入ったらやりたくない科目も得意になる。ちょっともう学校とかを昔すぎて思い出せない。やりたくないことに対する忍耐力が足りない、好きな人と嫌いな人の区別が激しい、反復的な日常を苦しめる、嫌だってことだよね、みたいな感じですって。こんな感じの ENFP でした。私は違う MBTI でした。やっと覚えられるようになったんだよね最近。海外行ってから日本帰ってきても逆海外ホームシック状態で、アリサちゃんは経験ありますかということで、 LA 戻りたいとかイビサ戻りたいとか、それは旅だからね、楽しいことしかしてないから、そりゃさ毎日遊んで毎日楽しいことしてたら、どういうことだろう、海外に住んでるのかなこの方は。すごくわからないんだけど状況が、そりゃね戻りたいとは思うけど、逆に私はなんか日本に住んでて日本円を稼いでるくせに海外に行って帰ってくると日本全部安いみたいな感じになっちゃって、だってこれこの値段でしょみたいな、ドルにしたらいくらじゃんみたいな風になっちゃう時はある。よくないんだけどね、日本円で稼いでるんですからねぐらいかな。どうしてそんなに英語ペラペラなんですか？私も話せるようになりたい。英語はペラペラって自分では言わないけど、不自由はしないかな。けど分かんない言葉も全然あるよ。たまに何言ってんのこの人、何言ってるか分かんないって思う時も全然あるし、そういう時はもう何言ってるか分かんないって普通に言っちゃうんだけど、ごめんみたいな。
でも英語は勉強した。本当にそれだけかな。大学で英語英文学科で英語勉強して、大学の勉強が今の英語力に役に立ったかって言われるとそこはハテナだけど、だから単語力はめちゃくちゃあるかも。超勉強で覚えたタイプだから、なんかの単語を言われたらパッて出てくるし、文章にするのとかが超苦手だから、それは大学卒業してから友達とか作って覚えたけど、そうだね、だから無駄な単語とか、例えばそれこそなんかこの間世界遺産の話になって、世界遺産って英語でマイルズに君代くんの方のマイルズに伝える時に、世界遺産って英語で何みたいなので、テルマちゃんとかネイティブなんだけどさ、世界遺産って英語で何みたいなって、私はすぐワールドヘリテージサイトみたいな、もうこれで勉強してたから、そういう世界遺産とかも勉強するじゃん。とか、それこそケミオくんとかと宮古にいる時にサトウキビの話になって、サトウキビって英語あるんですかねみたいな、シュガーケーンすぐ出てくるの。だからもう死ぬほど役に立たないんだよ。だけどそういう勉強でやったタイプだから役に立たない英語はめっちゃあるかな。でも勉強したのと、英会話とかも通ってたけどマジであれは意味なんか行けば意味あるんだけど、私はマジで続かなかったので、英会話ノバも行ったしガバも行ったんだけど全然ダメで、だから友達作って喋ったのが一番良かったかな。こんにちは、高校3年生です。受験勉強しながら最後の学生生活が残り少なくなっているのですが、高校生活でやっておいた方がいいことやアリサさんがやり残してしまったことなどを知りたいですということで、私も高校3年生はマジで予備校、もう学校予備校だけだったの。あとポップティーの撮影だけで、学校の友達とも全然遊べなくて、だから学校帰りにちょっと公園寄って、じゃあ私予備校行ってくるわみたいなぐらいで、いやなんだろうね、制服デートは絶対にしたかった。彼氏が19までできたことなかったから、制服デートとかもほぼしたことないし、制服デートはなんかした方がいいし、制服ディズニーもう制服で超出かけてた。それかな。やり残したことは特にないかな。高校生ごめんね、ちょっとね、34でしょ、半分だよね。17歳18歳だから私の半分の年齢なので、人生の半分前に何やればよかったかとかちょっと思い出せないんだけど、もうなんか制服ディズニー、制服って感じでした。あと学校の友達ともやっぱ物理的に全然大学受験するんだと思うから、受験勉強ってことは会えなくなる子が多いから、たくさん思い出を作っておくのがいいんじゃないでしょうか。あと親ともそうだね。うちは高校お弁当ママに作ってもらってたから、なんかそういうのとかも、私大学もお弁当作ってましたんだけど、高校でお弁当作ってもらってるのとかも、なんかそういうお弁当のお昼休みとかも大事にねしていただけたらと思います。友達を家に呼ぶときに掃除で気を使ってしまいませんか。どういうことだ。掃除する。私だから友達をちょくちょく呼ぶようにしてる。やっぱ人呼ばないとマジで片付かない。うちは汚い状態で来てもらったりすることもあるんだけど、友達来るから片付けようみたいな感じになるので、なるべく呼ぶようにしています。逆にねじゃあ片付け系ね。部屋の片付け得意ですか。私は片付けても1週間で元通りになってしまいます。私は5日で元通りになります。なんでだろうね。で気持ちいいの、綺麗なお家の状態の時ってめっちゃ気持ちいいのに、やっぱりね、あと私ギフティングをいただくじゃないですか。だからもう本当に物が増えていくの。私大好きなの。物がよくないよね。地球に優しいことをしたいって思ってるんだけど、やっぱり新作とかもすごい好きだし、もうなんかギフティングとか来て超だるいんだけどなんてもう思うことも絶対にないっていうか、もういつも本当にクリスマスかのように毎日でも週に1回ぐらい事務所からこう転送されてくるのをワクワクして開けて写真撮ってってやって、写真撮った後に段ボールとかその時に出たゴミとかはすぐ片付くんだけど、その増えたものの行き場がさないわけじゃん。もうだってもう収納こんなような状態でいっぱいだから片付けなきゃいけないんだけど、どんどん物が増えていく。もう普通に考えて物が増えていくわけです。困ってる。すぐ片付けるね。だから結局広い家に住みたいとかなって、でも物が減るわけじゃないからさ、ね、だから引っ越したいんですけどね。だから私ももうほんとすぐ戻っちゃいます。あと TWICE 誰推しですかっていうのがすごく来てて、これね私よく聞かれるんだけど、本当に聞かないでくださいっていうか、なんかライブとか行って何なの、あれを一人選べてるみんなが逆にすごいなっていうか、あんな全員さ10人十色というか、みんな違った個性があって、みんな違った可愛さとか綺麗さがあって、キャラクターがあって、全員愛すべき対象じゃん TWICE のメンバーの皆さんって。だからあれを一人お気にを決めるのはマジで難しくて、本当にね。一番最初はチェヨンちゃんがすごい好きで、それは完全にビジュアルで顔がタイプみたいな感じだったんだけど、でその後どんどんナヨンさんが好きになって、今もやっぱ
ナヨンさんかな。けどなんかもう全員本当に可愛すぎる。あとすごい思うのが、いつもこの携帯だったり YouTube だったりテレビだったりさ、画面越しで見てるわけじゃん。でもちろん可愛いじゃん。でライブでも結局ステージさ、肉眼じゃ、見えるけど顔の表情とかまで見えないから LED のさスクリーンを見るわけじゃん。だけどさ、スクリーンがこの携帯で見るよりも爆裂に可愛いわけ。普段から可愛いんだけど、なんかスクリーンで見るとなんかはぁなんかすごいなんていうのあれ不思議だよね。なんでなんだろう。じゃああれをライブビューイングとかで映画館で見ても同じ可愛さで見るのかな。なんなんだろう、分かんないけど、だから誰推しですかは愚問すぎて、もう全員大好き、もう全員好き、本当に可愛い。あのネックレスどこのですか？これはビジュード M っていうところのネックレスです。実はこう見えてこれダイヤなので結構お値段がします。付き合って半年の彼女28歳社会人、僕の1個上、男性からだね、へのタンプレの予算はどのくらいがいいでしょう。むずっ。付き合って半年か。私3から5万ぐらいだった気がするな。でも付き合って半年か、1年経ってればね、言ったら初めての誕生日ってことだもんね。初めての3万ぐらいだったかな。でも28歳3から5万円ぐらいなんじゃないでしょうか。わかんない。違う？ちょっとみんな教えて。みんなだったらどうですか？教えてください、コメント欄で。いやこれね、そう答えづらいかもしれませんが、ヨーロッパでのトイレ問題どうしてますか？日本と比べるとトイレは少ないし綺麗ではないので、私自身イギリスに行った時に困りました。なんか対処法をお持ちですか？どういうこと？私も綺麗じゃないトイレ意外と慣れてるかも。東南アジアとかもそうだし、もう東南アジアとかあとヨーロッパのなんかさ、ヨーロッパであれどうやってしてんのっていうぐらい飛び散ってたりとか、なんか便座についてたりするんだけど、だからもう空気椅子でするか、これは台の方の話をしてるんですかね。空気椅子でするか、あとも除菌ので拭くか。でも拭くこの手も嫌だよね。けどなんかあんまりトイレで苦しんだことないかもしれない。あとはお買い物中とかだったらイギリスとかでしょ、ホテル行くね。近くのホテルって結構意外とさ、うちらが観光客として行くところってどこにでもあるじゃん。でホテルのトイレって大体綺麗だから、ニューヨークとかでも双方とかお買い物してトイレない時とか絶対私ホテルに行くんだけど、行くところがホテルの名前忘れちゃったけど、ホテルのトイレに行くと大体綺麗なので、トイレ行きたいってなったらホテルに行きます。イビサとかいる時も、イビサのダルトビラの近くの旧市街とか歩いててトイレ行きたいってなったらスタンダードホテルのトイレに行ったりとか、ホテルのトイレを使うようにしています。友達との付き合いで意識してることはありますか？本当に仲いい親友たちとかだったら特に意識はしてることはないけど、しばらく会ってないなと思ったら LINE したりとか、会おうって言ったりとか、元気みたいなのやるけど、普通に仲いい友達とかでもなんか相手がどの距離感でいてほしいのかっていうのはすごい見るようにしてるかな。なんかあんまりずかずか来られたくないタイプの人もいれば、がっつりいける人もいれば、人それぞれだから相手の感じは見てその距離感を保つようにはするかな。なんかこの人多分あんまり連絡とかガツガツされたくなさそうだなっていうような人にはあんまり自分から連絡しなくて、向こうから連絡が来たら連絡取って会ったりとか、そのぐらいかな。コスメの使用期限って気にしてますか？結構してるかな。なんか韓国のだとちゃんと書いてくれてるけど、外資のやつとかだと、外資って韓国も外資なんだけど、欧米とかヨーロッパとかのやつって12ヶ月とか 12M とか、その使用期間しか開けてからのね、開封後の書いてなくて、いつ開けたかとか正直覚えてないし、だからあんまりそれは気にしてないけど、さすがなんかディオールとかだとグロスとかが匂いがちょっとおかしくなったりするから、そしたら普通にもう捨てちゃうんだけど、韓国のやつとかでちゃんと書いてあるやつは気にしています。なんかご褒美アクセサリー10万円で20万円で何がいいですかっていうのが来てるんですけど、合成ダイヤとかがいいんじゃないかなと思ってて、で今度ちょっとみんなにもしかしたらお知らせできるかなみたいな、合成ダイヤのいい感じのブランドが私がやるとかじゃないんだけど始まるので、多分私はそのブランドめっちゃつけるだろうなって感じで、だからなんかそれがまたデビューしたらみんなにももちろん必然的に多分私がずっと身につけるから紹介することにはなると思うんだけど、そう可愛いのがあって、なのでそれをまたみんなにも教えるね。 LA のお友達ジゼリちゃんとの出会いは何ですか？ジゼリはほんと10年前、ちょうど10年前か、2014年にインスタ、その前の年2013年ぐらいに向こうがいつもインスタにコメントくれてて、でいつもコメントくれるなこの海外の子みたいなで飛んだらゲロカワみたいな、超可愛いんだけどってなって、でフォローバして、でその時 DM とかもなかったのかな、あったのか
かな。それで私がなんかニューヨーク行く時にジゼリがニューヨーク引っ越したてで、ニューヨーク行くんだけどニューヨーク住んでんのみたいになって、住んでるよ会おうって言って初めて会って、その時私もだしジゼリも全然英語喋れなくてみたいな、ブラジル人だから。でニューヨークで会って、そっからちょくちょく、ニューヨーク行く時だったりどっかタイミングがあって会ったりとかで仲良くなった感じ。本当にいい子で、マジ人間としてこう向き合えるというか、愛情深いし気にかけてくれるし、なんだろうね、海外の友達って結構、私も自分からも行くけどなんか雑な人もさ、特にこれ人種差別とかじゃなくって国民性の違いっていうか、多分人との付き合い方の違いなんだけど、もちろん人にもよるんだけど、アメリカの私の知り合う人って結構なんか雑な人が多かったりしてたから、なんか別に、自分から連絡してたまに会ったりとかで、例えば私がじゃあ来てる、アメリカにいるって知って連絡くれる子と会う。自分から昔はよく連絡とかしてたけど、自分から連絡しなくなって、だからその仲いいメンバーっていうか仲いい人たちがどんどんこう少なくなっていくっていうか、絞られていって、でその中でもジゼリーはいつもこう気にかけてくれて、話もめちゃくちゃ合うし、感覚もすごく似てるし、そうよく会って話す友達なんだけど、で今 LA に住んでるから LA に行くとジゼリーに会ってみたいな。だから LA で本当に一番ぐらい仲いい友達の一人です。そんな感じになりました。だからもともとはインスタなの。すごいよね。あと30秒だ。あと 2,3 問答えます。まだ全然ダメでした。また結局下から始めるの今度やめようとか言ってさ。そうだ、この間のドラム式洗濯機の掃除どこに依頼しましたか。こちらです。MoveOnっていうところで依頼しました。ここは洗濯機以外にもエアコンだったり水回りだったりいろんなことができるので、ぜひインスタチェックしてみてください。私も今度エアコンを頼もうと思ってます。はい、あとじゃあ2問。ちょっとこれ私わかんないんだけどわかんないのに拾うんかいみたいな、逆にみんなにも聞けたいなと思って。ノーファンデにした方が肌にいいと思いますか。化粧しない時はノーファンデだけど、超肌に悪い気がしちゃう。やっぱ日焼け止めを塗っても結局紫外線から日焼けしない。紫外線が一番嫌だから日焼け止め毎日すっぴんでも塗るんだけど、やっぱりファンデを塗ってる方がもっと日焼けが対策できるから、私はノーファンデだとちょっとなんか外的ストレス多そうって、肌に直接って思っちゃうんだけど、みんなはどうですか。最後はどれにしようかしら。みんな本当にありがとね、いつも。全然拾えてなくて申し訳なさすぎ。何にしようかな。じゃあ最後ね、これアリサちゃんが旅行の時に使ってるキャリーケースの種類とサイズが知りたいですということで、私はリモアのトランクプラスっていうちょっとね筒みたいな感じの分厚いやつなんだけど、もうそれが一番いいです皆さん。リモア高いので、似てるデュープ系でもいいとは思うんだけど、やっぱリモアは私が買った時はまだ5年保証で永久保証じゃないんだけど、今はもう永久保証なので今買えば。でアルミのやつとかも使ったし、リモアは私ね今持ってるもので4つ持ってるのね。で6個持ってたので、1個は売って1個は壊れちゃったんだけど、で今持ってるものがそのトランクプラス、エッセンシャルトランクプラスと、でもう1個はアルミのやつだけど、もともとその壊れちゃったやつはリモアのクラシックチェックインの L だったのね。でそれと私が今持ってるオリジナルキャビンツイストとクラシックチェックインはここのカチャっていうのが同じアルミでも違うので、チェックインクラシックの方はまだいいんだけど、このキャビンツイストの方は結構このガチャが大変なのね。荷物をパンパンに入れてると閉まんなかったりとか、だからこのキャビンツイスト持ってるんだけど、まさにこれだね、このアルミに茶色の、私はなんかルフトハンザのコラボのやつをドイツで昔買ったんだけど、だからこれはあんまり出番が正直なくて、でもう1個は5日分ぐらいのちょっと M サイズぐらいのリモアのカーキっぽいやつと、で最後はキャリーオンで持てるパソコンを入れるとこが別にあるリモアのちっちゃいやつで、リモアで今4つ持ってて、もう圧倒的にトランクプラスが、もうトランクプラス使っちゃうと本当に他のに戻れなくて、私のよく行く例えばみちちゃん、よしくん、てるまちゃん全員トランクプラスだし、旅してる人たちはやっぱみんなトランクプラスなので、私はもうトランクプラスもでも2回ぐらい結構修理出したりとかしてて、来年でもう保証切れちゃうから、もう保証切れたらもう次今のキープしつつ2個目もう1個買おうかなって思ってるけど、なんせね置く場所がなくて、スーツケースのだから2個目を買い渋っててる感じなんだけど、もう本当にスーツケースは私はいっぱい荷物を持っていきたいんだったらリモアのトランクプラスがおすすめです。はい、そんな感じで今回も、
みんなからの質問に答えました。まだまだたくさん質問があって答えたかったんですが、こんな感じで終わりたいと思います。そしてですね、なんと15万人が突破しました。登録者数ありがとうございます。本当に。なので今これを見てる方でもしまだ登録してない人、忘れがちだよね。だからぜひ登録してくださいね。そしてみんなに勧めてください。というわけで、また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。